今日は、東京下町、入谷にある小野照崎神社にやってきました。こんにちは。小野照崎神社の小野良樹さんに、神社で、働く人々というテーマでお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。今回は、大学生の方々からさまざまな質問をいただいております。その質問に答えていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。もちろんです。まず小野照崎神社のことでお伺いしたいんですけれども、日本にはもう八百万の神様と言われるようにたくさんの神々がいらっしゃるわけなんですけれども、その中で特にもともと人間であった小野高村公という平安時代の人物をですね、この神社にお祭りしている。一体どういうことでこちらに人間であり、平安時代の都人の小野高村公が祀られているのか。社名にもございます通り、小野照崎神社という名前でございます。この照崎の地というところにあった小野高村公をお祭りする神社なんですね。で、照崎に高村公が訪れた際ですね、地元の人間とよく関わって前世を知りたというふうに伝えられております。でそのご遺徳を忍んでお亡くなりになった後ですね、この照崎の人々がお祭りしようということでできたのがこの小野照崎神社と伝えられているということですね。なるほど。じゃあ平安時代に小野高村公がこちらにいらしてたということなんですね。でそれはその人々に慕われるその小野高村公って何がすごいのかっていうことを教えていただけますか。はい、学問芸能の神様ということで分かりやすくご紹介をさせていただいてますけれども、もっと簡単に言うと平安時代の政治家でありマルチアーティストだったというような形で言われております。和歌が得意で漢詩も素晴らしい才能をお持ちでですね、いろんな形で才能を発揮されて政治家としても法律に携われて要職に就いてと、そして夜はですね夜な夜な井戸を通って冥界に行って閻魔様の副官をするというようないろんな逸話が残っている面白い神様ではないかなと思っております。井戸を下って冥界に行ったっていう話はとても面白いエピソードとして知られていますけれども、お話の中に、学問の神様としても、和歌や漢詩も得意でということですけれども、そう聞くと、やはりもう一人菅原道真公の名前も浮かんでくるんですが、菅原道真もこちらと関係があると伺ったんですけれども、本当ですか。そうですね、明治時代の終わりに菅原道真公もこちらでお祭りをさせていただくことになりまして、それ以来ですね、ご注文を見ていただくと分かりやすいかなと思うんですけれども、左側が左三つどもえの小野高村公の御門です。そして、影門という形で、裏の方に、梅鉢、菅原道真公の御門を重ねて、うちの御神門自体がですね左三つどもえに梅鉢という形の御神門で、お祭りをさせていただいております。学生の方からの質問の中で、この神社のマークにどんな意味があるんでしょうかというですね、質問が来ているんですけれども、その神社のマークというのが神門ということですね。それぞれお家に御門があるようにですね、神社にも、門が、ございます。神様の、縁起と、何か、通じるところがあるというのが多いんですけれども、ホームページをご覧になった方が、境内にいろんな動物がいるようなんだけれども、すごく気になっているというですね質問が、来ているんですが、確かにこの境内入ってみるといろんな動物の姿を見ることができるので、ちょっとご案内いただけますか。はい。
ちらはまた何に見えますか？狐のようではありますけれども、はい違いますね。そうですね。ちょっとこう精悍な顔立ちをしていますけれども、こちら三峯神社の神主ですね。お犬様というんですけど、日本狼を、模した、像になりますね。それぞれの神社でいろんな逸話があります。神様と、動物の結びつきという中で、眷属がそういう形ではっきりしている場合ですね、狛犬ではなくこういうように、お犬様、をお祭りしたり、稲荷神社だったら狐ですよね、はいそういう形で、それぞれの、神様に合わせた、眷属がお守りをするというのが神社の、形に現れています。社殿を建て替えたのでこういうところ上にもこんな普通いないです先ほどの本殿に戻ってきましたけれども、この中にも、神様をお守りする、動物が、彫られております。で真ん中に、鳳凰ですね。で奥に龍がございまして、両脇、これはついで、獅子、そして珍しいのは象ですね。これは江戸時代ならではだと思っています。これらの、動物たちは、神様のお使い神使ではなくて、こう縁起物と申しますか。眷属というよりは思いを込めて、そういう衣装で、彫られたものという認識や性格ではあると思います。はい。東京都内の神社は関東大震災や戦災などでこう建物が失われてしまったものが多いんですけれども、こちらは江戸時代の終わりのこう建築を残している、非常に貴重なお宮ですよね。ありがたい限りですね。本当に昔の江戸のものっていうのが意外と、残っておりませんので、やはり大地震と、戦争という2つの大火がございましたので、江戸の、神社、東京の神社は、古いものがなかなか残っていないというのが特徴ですね。こちらには珍しいものがあるということで、伺っているんですが、こちらに、富士塚と書いてありますね。はい。ここにもちょっと気になる動物がいますけれども、猿ですね。そうですね。はい。富士山と猿は、深くご縁があるということで、神主としてここに、ついで配置をされております。猿が、お山を守っている感じそういうでしょうか。ことですね。この富士塚というのはこう石がこういっぱいあるように見えますけれども、一体何なんでしょうか。そうですね。はい。これ実際に富士山の溶岩石で、作られておりまして、富士山のミニチュアという形でですね、近くに寄っていただくと、わかると思うんですけれども、1合目から、10合目まで、模していてですね、実際にこれを登ることによって、富士山に、登ったという、ご利益をいただけるという形で、信仰を集めておりました。その江戸の庶民の信仰、富士山への信仰というのがここに残されているということでしょうか。そうですね。江戸時代は、富士山は、そもそも女人禁制であったりですね、実際に今ではバスで5合目まで、行けますけれども、徒歩で行かなきゃいけないとかですね、あとは、富士山にわらじで登るということで、装備も含めて、大変なことでしたから、こういう形で誰でも登れる、お山が作られたという歴史がございます。小野さんはですね、小野照崎神社の小野さんということで、こちらの鮭ですけれども、その、神職のお仕事というのは、いろいろあるかと思うんですけれども、何かこう、一言で言うならっていうふうに言えることってありますか？神職は神様と一般の人との仲取り持ちをするという存在だというふうに定義をされております。日々こちらの境内ですとか正常に保ちで神様のお世話という言い方はあれですけれども、毎日神様のお近くでお使いをさせていただきながら一日の仕事をしておりますと。なるほど。神職という、お仕事は、我々普通の人と神様の間をつなぐ、そういう役割が大きいということですね。
今日は神社で働く方の一日を教えていただくということなんですけれども、はい、小野さんのですね一日のお仕事というのを朝から、振り返って教えていただけますか？まず朝一番に、お門を開けるというところから始まりますね。本殿を、お掃除をしてで開けて、そしてまた境内の、掃除をして、という流れから、一日が始まるわけですね。で、一通り、境内が綺麗になりましたら大体9時ぐらいですかね。これが普通の、職業でいう修行の、朝礼ではないですけれども、朝日供祭といってですね、毎日、神様にこの地域の、人々、そして、崇敬者の方々がより良い一日でありますようにということをお祈りするというお祭りが、毎日、ございます。かけまくも賢きざなぎの神。かけまくも賢きおのてる先のかむや狩猟に静まります。おのの高村のみこと菅原の道真のみことの大前。または神そのにます末津や城の狼たちをはるかに滅がみ祭りて。かしこみもあさく狼たちの御霊の冬。人間でいうと、はい、朝は食事をとるわけですけれども、神様にも、食事に相当するようなお供え物をするというのが、日供っていうのはこう備えるという字も書きますけれども、そういう意味もあるんでしょうかね。日供祭で、一日が始まって、その後というのはどういう流れになるんでしょうか？そうですね、これはもう、日によって大きく、違います。もちろんお祈願があったりですね、ご祈祷があって御朱印含めて、いろんな方いらっしゃいますので、そちらの、ご対応させていただいたりと、表にそうやってなんだろうな、参拝者の方と直接、触れ合う、こともございますし、事務、をするために、中で、こもって、頑張っているということも、ございます。じゃあ一日の終わりというのはどういうことがあるんでしょうか？そうですね、やはり終わりは次の日の始まりでもありますから、翌日の、日供祭のそれこそ用意ですとか、次のお祭りの用意を、するというのが最後になりますね。もちろんこちら開けっぱなしで、帰るわけにもいきませんので、ちゃんと、戸締まりをして、で最後清掃をしてという形で一日を終えます。地元の方とために、祈願ということもあるというふうにも、おっしゃってましたけれども、その、地元の方とこう触れ合う機会というのは、どういうようなことをこう神社としてですね企画したりということをされてるんでしょうか？お祭りはもちろんなんですけれども、節目節目に季節の、行事という形で、神社に集まって、触れ合いをしていただいて、町は変わりますけど神社というのはこうやって皆さんで守っていただいて、いるおかげでなかなか変わらないという特徴もございますので。ではその神職のこう仕事の中にはそういったこう行事、地元の人たちのためのこう行事の企画だったりとか、そういったことも仕事として含まれてくるということですね。もちろんですね、はい、もちろん第一義は、神様にお仕えをするというところですけれども、神社の役割という形ではいろんな形で、この土地と、紐づいたもの役割も、ございますね。ここは芸能の神様ということで、神社の強化活動の一環としてですね、雅楽を教えているんですね。
雅楽っていうのはそんなに子どもの頃から、接する機会のあるような音楽ではないと思いますけれども、そういう初心者でもこう受け入れてもらえるものなんでしょうか。そうですね。神社がなぜ雅楽をやってるかというところにもつながるんですけれども、やはり昔から、続いているものにはやはり本質的な、良さというものがあります。雅楽でしたら、息を合わせて一つの演奏をすると、指揮者がない、音楽ですので、心を合わせてというところに通じると。学生がですね、こちらのホームページを拝見したというようなことも書いてました。その、ホームページを作るといったこともその、神様神社と人々をつなぐというですね役割だと思いますが、そういった情報発信というのも、神職のお仕事としてされてると思うんですけれども。そうですね。今はインターネットというものがありますので、ホームページもそうですし、SNS 等も、ございます。年代によって伝え方を変えなければいけないというのがすごく大きいなというのは最近思っておりまして、おじいちゃんは言わなくても分かって前提が分かっていると、けれども10代20代の方々にご説明をするときは、もっと噛み砕いて、日々の日常と紐づけながらお話をしないとなかなかつながらないところもあるのでですね、いろんなものによって、言葉を変えたり、言い方を変えたりという形で工夫を、が必要な時代になってきましたね。こちらが、神職の方、そして、巫女さんたちがこう働く場所、社務所ですね。そうですね。ここは基本的にお札とお守りの授与をするところですね。あとは、お参りのお印ということで、御朱印をお出ししております。巫女さんというと海外の方もですね、すごくこう憧れるそういうですね、お仕事だと思うんですけれども、どういうきっかけでこう巫女として、お宮で、働こうかなと思ったんですか。神道文化学部に所属しておりまして、やはり神道文化学部に所属しているので巫女さんを体験してみたいなという思いで、応募いたしました。こちらは神職の方ですね。今動画を、ご覧になっている方は、違いが、分かっていただけるかと思いますけれども、見た目での違いを一言。見た目での違いは、この袴をご覧になっていただけると分かるかと思うんですけれども、私は神職ですので、浅木の袴をつけております。ここは火袴といってこの袴をつけておりまして、大体そのような見た目で区別をしていただければよろしいかなというふうに思っております。女性でも、こうした神職の方もいらっしゃいますし、赤い火袴を履いてらしたら巫女さんなんだなということですね。あります。はい、こちらですね、今いただいた、御朱印ですけれども、朱印というからにはこの真ん中のこの朱の、印ですね、この中に書いてあるのが小野照崎神社。そうですね。はい。はい、社名があって、それで、こちら学問芸能と、書いております。ご神徳を、右の方に、で最後にこの鳥がちょんちょんと、金銀で止まってますけれども、これが、小野高馬公が、文鳥を愛したというふうに、伝えられておりまして、その文鳥をあしらってこの御朱印の上に、ここにも動物がいるということなんですね。これを見ていてやはり思いますのは、神職になるには字が上手じゃないとダメなんでしょうか。
いや、そんなことはございませんね。やはり毎日毎日何かしらで、筆を使うことが多いので、逆に言えばだんだん上手くなっていくので、はい、練習を重ねて、いくと、こうなっていくということなのかなとは思いますけど。学生の方からの質問でも、御朱印というのは一つだけということではないんでしょうかということなんですが、御朱印は、ご参拝の証ですね、印になる、ものでございます。当社では、月参りと、申しまして、毎月毎月、この神社に来ていただいて、お参りをしていただこうと。で、その月参りの、楽しみの一つにですね、今月はこうだったという御朱印があったらいいんじゃないかなということで、毎月、月替わりですね、2種類毎月変わる御朱印を、ご用意させていただいております。神職のお仕事っていうのは、神様と、人々とつなぐというですね、そういう大きな役割があるというお話されましたけれども、御朱印というのも、それもそのつなぐための一つのものであって、御朱印のですね、つなぐ役割を十分に発揮させるための工夫というのも神職の務めの一つとしてそうですね。最近は御朱印が、流行ということで、多くの方が老若男女まさに、そうですね、お若い方も含めて、いらしていただいておりますので、どうやって伝えればいいかなと、いうことで、必ず毎月、季節のものを入れて、それに対するお話をさせていただくという機会と捉えて、月参りという形で、ご案内をさせていただいております。御朱印というのは、昔から江戸時代ぐらいからあるものなんでしょうか、いつぐらいからというですね、質問が来ているんですが、これはちょっと難しい質問ですね。お見えによってどこまで対応しているかというところもあるとは思いますけれども、うちだけの話でいうと、一番古いのが明治の初期の御朱印は残っております。御朱印そのものの、ルーツというのはなかなかわからない、中世ぐらいではないかというふうに言われておりますけれども、お宮ごとにですね、いつ頃からというのは、それぞれかと思いますが、なかなか難しい期限を遡るのは難しいですけれども、こちらは、明治の初めぐらいには行っていた、記録といいますか、残っている一番、古い御朱印に残っているのが明治のものですね。もちろん昔は対応はしてたとは思うんですけれども、残っているのは明治ですね。学生の方からですね、神職というお仕事についての、質問がいくつか来ているんですけれども、なぜそもそも神職という職業と言っていいんでしょうか、そういうことに就こうと思ったのか。私で言うともうこの、社務所の上に生まれてですね、子供の頃からずっと、過ごしておりましたので、代々そういう関係の中で、そして周りの人たちもですね、神社をお守りいただいて、この土地が好きだ、この神社が好きだっていう方に育んでいただいて、過ごしてきたこともあって、やはりどんなに、道が曲がろうと、最終的には神社だなというところで子供の頃から思って、そして、神職の資格を取りました。中にはですね、神職の方というのは、全国に4万人以上いらっしゃるわけですけれども、そういう方々の中にはもともとそういう小野さんのように神社に生まれたわけではない方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう方でも普通に神職になることはできるんですよね。そうですね、神職資格というのがございまして、そちらを、取っていただくと、神職になれる資格が、まずもらえます。もちろん誰でもというわけではないので、神社の推薦があったりとかですね、何かしらの結びつきが、必要だったりはするんですけれども、神職仲間の中にもともと神社の生まれじゃないというような方なんかいらっしゃいますか？多くいますね。大体、半分から3分の2ぐらいが社系ではないと、実家が一般の方から神職になりたくてなったという方がいらっしゃいますね。
面白い質問が来ているんですけれども、お坊さんだったりしますとこう剃髪しているっていうイメージがあるんですが、神職の場合、そうしたですね、髪型の規定というのはありますか？神様の、周りで、お世話をご奉仕をするという中で、清潔であるということが、第一に、求められますので、あまり奇抜な、ものですとか、だらしのないというふうに言われるような、髪型は、ダメですけれども、そこまで、強い規定はございませんので、はい、僧侶の方のような、剃髪をしなければいけないみたいなところは、ないですね。はい。今日はいろいろお宮の中もご案内していただき、一日のお仕事もご紹介いただいたんですけれども、小野さんにとってこの小野照崎神社の中で最も好きなところ、好きな場所ってありますか？場所ですか？はい。場所ですか？場所はですね、入れないんですけれども入れないとごころ。本殿の後でご案内しますけど、ご本殿の、横にある、回廊のところからですね、先ほどの富士塚を、見れる絶好のポイントが実はあるんですけれども、はい、お参りした人しか、中でお参りをした人しかわからない、ところかもしれませんけど、そこが一番好きでですね、子供の頃からずっと、何かあると、そこで、考え事をしたりですね、神様を近くに感じれる場所、ということで、神職になる前からですね、好きだったところです。神職の特権のような場所でもあるわけですね。そうですね。あとさまざまな理由で、お宮に、いろんな方がいらっしゃいます。外国の方もいらっしゃいますけれども、神社にお参りする方に、こんな気持ちを持ってほしいなというふうに、思うことがありましたら教えてください。いろんな理由で、お参りをされたり観光をされたりという方がいらっしゃると思うんですけれども、こうやって立ち止まって、手を合わせてですね、自分を見つめながら、神様に、お願いをしたり誓いを立てたり、ご報告をしたりと、実はいろんなことができる場所でもあるんですね。神様と向き合いながら、自分と向き合うという、時間が日常の中だとなかなか、取れない、少なくとも、自分の部屋で、1分よく考えて、見るよりも、神様の前で手を合わせて、真摯な気持ちで向き合った、1分間は、より深いものになるかなと、思います。そういった、お参りの機会、こういう体験を多くしていただいて、手を合わせる機会を多く、日常の中でもとっていただけると、また、この神社でのお参りの機会というものが、違った形で、捉えていただけるのではないかなと思っております。